魂占い。それは天国にいた頃の記憶を思い出す占いです。生きている限り、誰のもとにも毎年やってくる誕生日。それはあなたがこの世に人間として生まれた日です。では、生まれる前、あなたはどこにいたのか。そんなことを考えたことはありますか？あなたはもともと絶対安心の世界にいました。天国と呼ばれる場所です。天国とは一輪の大きな花に例えられます。その花からタンポポの綿毛が一斉に飛び立つように、あなたは地上へとやってきました。記憶にはないでしょうが、大きな花の一部だったあなたが、ふわりふわりと未知の世界へとやってきたのです。しかも、たった一人で。さぞかし心細かったでしょう。さぞかし不安だったでしょう。そうなんです。実は誕生日とは、めでたいことだけではないのです。だって、あなたが一人ぼっちになった日でもあるから。お誕生日が訪れるまで、あなたはとってもふかふかした安心で平和で幸せな何かと一緒だった。みんな体を寄せ合ってぎゅーっと一緒にいた。あなたが生きる上で感じる不安や心細さ。その正体はそんな生まれる前の記憶を思い出しているからだと言えます。急に孤独になったから暗闇の中、道に迷うこともあるでしょう。こんなことなら生まれたくなかったと思う日だってあるかもしれません。でもこれだけは言えます。この世に行こうと決めたのは紛れもなくあなた自身です。あなたの魂が大きな花から飛び立ちたいと心から願ったのです。この世に生まれてくるとき、これまでの記憶は天国の大きな花の中に残してきました。この世でたくさん感動するために、この世で花を咲かせるための栄養は感動なのです。そのために何も知らないし何もわからない。そんなまっさらな自分である必要があったのです。そういうわけであなたは幸せになる方法をすでに知っています。ただ忘れているだけで、その記憶を一つずつ思い出していくことがこの地球であなたがやりたかったこと。天国で交わした約束を果たし、地球にいながら幸せという名のゴールにもう一度たどり着くことがあなたの魂の願いなのです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は魂占いという本をご紹介したいと思います。皆さん、占いは好きですか？本チャンネルでもたびたび占いの本はご紹介させていただいているので、多少なりとも気になる方はいらっしゃると思います。今回の本は視聴者の方から教えていただいた本で、試しに読んでみたところ、ちょっとこの雰囲気を気に入ってしまったので、ぜひ紹介させてもらおうと思います。著者は影下真由子さん。サウンドクリエイター、ベンチャー企業の立ち上げ、保険営業マンの秘書などを経て、占い師、心理セラピストとして独立。鑑定数は延べ14,000件を超え、講師としてそのメソッドを伝えられる活動もされています。そんな彼女が占いを通して生きる意味を見出すきっかけを与えてくれているのが本書なんです。どんなところに惹かれたのかというと、教えてくれるというよりも思い出させてくれるような空気感。本書全体からもともと知っていたことをもう一度思い起こさせてくれているような雰囲気がするんですよね。物語ものでもないのに、どこか自分が本書の中心、主人公で、いろいろな生き方の可能性を気づかせてくれる物語に参加しているような感覚がとても不思議で、そして心地いいんです。本動画ではこの本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして前回大好評だった幸せのチャーム探し、今回からレギュラーでいきたいと思います。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。
よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。魂占いとは幸せになる占いではなく、幸せに戻る占い。私たちは誕生日を始まりの日だと思っています。つまり、この世に生まれ落ち、人生がスタートする日だと。ただ、それは半分正解で半分間違いです。誕生日は始まりでも終わりでもなく、始まりであると同時に終わりです。いわば、私とはあの世とこの世の交差点です。不思議な感覚かもしれませんが、誕生日を挟んだどちらの世界にもあなたの魂は存在し、生きているのです。しかも、誕生日という瞬間が訪れるまでの間、私たちは人目を気にせずにのびのびと生きていて、ありのままの私でいることに何の制限もなく、誰だって幸せでした。私たちはもともと幸せで、満たされた状態で生きている存在だった。そんなことが言えるなら、生まれる前の自分を思い出せば、私たちは幸せになれるということだからです。魂占いとは、まさに幸せだった頃の自分を思い出す占いです。では、どうすれば思い出せるのか。それは、この世の何とつながれば魂の本領を発揮できるかを知ることです。まさに天国と同じ状態を、この地上の世界で作ってしまおうという試みです。例えば、水に木がつながれば新しい森が生まれます。木に火がつながれば灰となり新しい地上が生まれます。火に土がつながれば新しい器が生まれます。こんな風に一つではできなかったことが適切なもう一つとつながることで新しい命を生み出すことができるのです。要は魂の本領を発揮させるためのポイントは結びつきなんです。そこであなたが幸せだった頃の自分を思い出せるよう、あなたが何とつながれたらよいのかを誕生日の星の配置をもとに紐解き、お伝えしていきます。あなたが天国で描いた魂の願いをぜひ思い出してみてください。なぜわざわざ魂は天国から地上に降りてくるのか。なぜ私たちはとてつもなく安心な天国という世界からわざわざ地上に降りてくるのでしょうか。もったいぶらずに先に結論を申し上げておきましょう。私たちは自分になりたくてわざわざ地上に降りてくるのです。この世に降り立つとき、私たちには自分専用の肉体が与えられます。この世に降り立って初めて自分を手に入れるのです。自分になる理由は他でもありません。再び自分以外の何かと結びつくという体験をするためです。この再びというのがミソです。天国にいるときはどこからどこまでが自分というものがなく自分を感じられませんでした。つまり自分とそれ以外に分離していないのでぎゅっと結びつく体験を味わうことができません。これは自分で自分を抱きしめてもぬくもりを感じづらいことと一緒です。要するに天国ですでに結びついてしまっているがゆえに体験できなかった結びつく感覚を味わうためにあえて一度離れる必要があった。だからこそ地上に生まれてくる必要があったと言えます。喉を潤すことの素晴らしさを味わいたければ喉が渇いているという状態が必要なように、長い間離れ離れになっていた恋人同士がハグをした時にとてつもない喜びと安心感を感じるように何かと結びつきたいと切望しているのが私たちの魂なのです。そこでその特別な体験を味わうべく誕生日に思い切って天国から旅に出ることにしたわけです。いつもどんな時も私たちが望むのは自分であること、そして結びつきによる幸せを感じることなのです。占星術的、魂的に生きるとは何か。私たちはこの世での一つのピースとして自分らしくあろうと望んでいる。そしてぎゅっとした結びつきを味わいたい。そんなことをここまでお話ししてきました。ですが、ちょっと冷めた目線で考えると、
再びここでも疑問が生じます。一体なぜ魂はそこまで一生懸命なのでしょう。なぜ魂はこの世に降り立ち、生きようとするのでしょう。人として生きることにどのような意味があるのでしょう。私たちは何のために生きているのでしょう。誤解を恐れず、私が導き出した答えをお伝えしましょう。それは、生きることそのものには特別な意味はないということです。これは、なぜ太陽は毎日昇って沈むのかと言っているのと同じことなのです。ただ淡々と起こっているだけ。それ以外の意味はないのです。それでも不思議と私たちは生きる意味を探し続けます。意味がないことには耐えられない。だから見つけようとする。そしてそれが私たち全員に与えられた使命ではないかと思うのです。私たち全員にとっての使命は生きている意味を作ることというわけです。生きる意味を作ることが使命なんてハードすぎる。ただ自分でもっともらしいことを堂々と言っておいてなんですが、生きている意味を作ることが使命なんて人生ハードモードすぎる。そう思うのは私だけでしょうか。そもそも多くの人は頑張って、それでも生きている意味をつかむことができずに悩んでいるのではないでしょうか。昔、生きている意味について深く考えた賢人たちも、表現が違うことはあっても、生きる意味は自分で見つけなければならない。自分の人生を愛さなくてはならない。人生は与えられた宿題をするためにある、など同じようなことを言っています。ですから、正直そういう前提で魂占いのお話を進めたい。そう思いましたが、占い師として多くの方の人生に耳を傾けてきた私には合点がいきません。私の中では間違っているとは思いませんが、この表現では何か大切なことが伝わっていないとも感じるのです。占いの本なのだから早く占いの内容を読ませてくれよと思われるかもしれませんが、占い師だからこそ使命や魂を通り一遍に語りたくありません。大切なところなのでお付き合いいただけるでしょうか。20数年前、私には97歳で他界した祖父がいました。祖父は9年間寝たきりで自宅介護でした。いつも私がお見舞いに行くと、わしなんか生きとる意味ないな。なんで生きてるんやろうな。とぼやいていました。祖父も毎日苦しい思いをしていたことでしょう。では、何のために生きていたのか。いや、そこに理由はないにしても、どういう意味を見出せばいいのでしょうか。そう考えていたら、最近思い出したのです。寝たきりの時期が長かった祖父の告別式の時のことを、9年間介護をしていた祖母が祖父とのお別れの際に、おじいさん、ありがとうね、と涙ながらに言っていました。傍から見ていると、祖父の介護をする祖母は大変そうに見えました。実際そうだったでしょう。しかし、なんというか、綺麗事かもしれませんが、祖母を生かしていたのは祖父だったのではないか、と思ったのです。祖母の人生は悲しみが多いものでした。母親として幼い娘2人に先立たれるという人生を歩んできました。そんな祖母を生かしていたのは祖父の存在だったように感じたのです。祖父は私を頼りにしてくれている。祖父の人生を私が支えている。そんな思いが祖母にとっては明日への原動力になっていたというわけです。祖父の使命の一本の糸は祖母の使命の糸とつながっていて、お互いが支え合っているかのようにも思いました。つまり、支えられていたのは祖父だけではなかったのです。世の中は使命を発揮する人とそれを受け取る人がいて成り立っています。使命を発揮している人だけではなく、使命を発揮させてあげている人もいるということです。使命とは一体何か、そして生きるとは何か。とても一筋縄では語れるものではないし、答えを出すことが重要ではありません。ですが今、魂占いの著者として、また一人の人間として、生きる意味は何でしょうと尋ねられたとしたら、きっとこう答えるでしょう。
誰かの魂を照らし出すため、そして自分も照らしてもらうため、そのためにここにいると、いろいろ難しい言葉で説明させていただいたところもありましたが、つまるところ、私たちは自分であろうとすることだけでいいのです。それだけで誰かの明かりになることもできます。占星術的、魂的に幸せとは何か。魂視点で考えた時の幸せとは、言うまでもなく天国で味わうことのできなかった結びつきを味わうことです。そしてそのために自分らしくあろうとすることです。そうして使命を発揮し、誰かの使命を受け取ることが幸せだと定義しました。このことを少し占星術的に掘り下げてみましょう。占星術ではその人の出生の瞬間の星たちの配置を切り取って占いますが、その配置図のことをホロスコープと言います。このホロスコープからその人の資質や可能性を読み取ることができます。あなたの個性、自分らしさの情報も読み取れます。とすると、使命を生きるときも、ホロスコープから何かしらの正解を読み取り、それに従えばいいのでしょうか。古代の標語に、賢者は星に乗り、愚者は星に従うというものがあります。要は、生まれた時のホロスコープ通りに生きるなんてダサいことですよ。乗りこなしてなんぼです。と言っているんですね。星が教えてくれる通りに生きればオールオッケーではないということですね。かといって星を否定しているのではなく、それ以上の自分になれるんだと言いたいのではないでしょうか。私たちは占いや占星術というと、何かしら壮大なジグソーパズルの人生の完成図のようなものを見せてくれるものだと勘違いしています。ですが、実はそうではないのです。私たち一人一人が唯一無二のパズルの1ピースであることには変わりありませんし、そのことをホロスコープは教えてくれます。ただ、そのピースがどんな絵を作り出すかは誰も知らないのです。だから予定調和などありません。あなたというピースがどんな絵の一部になるかは誰も知らないし、あなたの魂がした約束がどんな形で叶えられるかも誰も知らないのですから。魂とは不思議なパズルです。人類共通の使命は生きている意味を自分で作ること。いよいよこれから本書では11種類の魂の使命についてより詳しくお伝えしていきます。賢者は星に乗り、愚者は星に従う。もちろんあなたは賢者。ですので、占いの結果に従う必要はありません。乗るにはどうすればいいのかに思いを馳せながら読んでみてください。そして、占い以前にみんなに共通している使命は、生きている意味は自らが作ればいいということです。それが、誰かが明日もその先も生きる明かりになっていきます。ただ、私たちの一生の時間は限られているので、使命をつかみどころあるものにしたいし、そのために具体的な目星があった方がいいかも、という愛あるおせっかいが、一人の占い師にこの本を書かせる動機となっていることをお伝えしておきます。あなたが幸せに戻るきっかけになりますように。星はいつでもあなたの味方です。僕は多分、著者との距離感がとても心地よく感じたんですね。運命は決まってると大冗談に構えるスタイルの占い師の方もいらっしゃいます。もちろんそれも個性ですし、そういうスタイルの方が説得力があって好きという方もいると思います。ですが本書は遠すぎず近すぎず、ちょうどいい距離からちょうどいいメッセージを伝えてくれている感覚。そもそも占いというものについても、占い通りに生きるのではなく、占いはうまく使っていくものなんですよ、というスタンスもとても安心します。僕は占いに関しては、当たる当たらないではなく、どれだけ気づきを得られるのか、それからの生活がプラスになるのか、という方が重要なんだと思うんです。こんな読み方をしたら怒られるかもしれませんが、本書の11の使命はそれぞれとても魅力的に書かれています。ですので、本来の自分のタイプとは違うものも読んでみて、あ、この生き方素敵だなって思ったら、そのタイプの使命を参考にしてもいいと思うんです。普通の占い本は自分のタイプ以外を読むことはあまりないと思いますが、
そういう意味で、すべてのタイプに目を通して、今の自分はどんな風に生きたいのかなって考える、とてもいいきっかけになる本だと思います。本動画ではご紹介できませんでしたが、本書のメインは11の使命について、いろいろな気づきを得られて、温かな空気感の内容がたっぷりです。それぞれの使命のネーミングがちょっとかっこいいんですよね。ちなみに僕は砂漠にかける虹というタイプでした。同じタイプを持つ方にこんまりさんがいらっしゃいました。だから家事とか片付けとかの本に惹かれてあれこれ紹介してるのかななんて思ったりもしましたが、まあこれは偶然ですよね。でもそんないろいろな、もしかしたら、そうだとしたら、これからはと思わせてもらうことが満載です。とかく現代は情報の多くは自分に最適化されているものです。インターネット検索も自分自身の検索履歴に最適なものが取捨選択されて表示されています。たまにはこういう占いの本を読んでみると、全く異なる角度の情報に触れることができて、新しい気づきを得られると思いますよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で3つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。